こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー41、フリットをご紹介します。A と B ではガラスの粉を作ります。C から F ではガラスの粉で作品を作ります。では A からスタートします。きなりガラス C1W 無色透明のガラス棒を風船にしてから粉にします。外径 4mm のステンレスパイプでガラスの風船を作ります。100均のステンレスストローもパイプとして使えそうです。ダイソー商品はブラシ付きです。ブラシは玉の穴掃除にも使えると思います。セリアはブラシはついていませんが、パイプが2本入っています。アルミ製のストローもありましたが、アルミ製は熱に弱いのでやめた方が良いと思います。分線バーナー都市ガス用を使用します。事前に細くしておいたガラス棒を溶かしてパイプの先端につけます。柔らかい状態の時に空気を少し吹き込みます。空気が入りました。自分の目線からは空気の入り具合が分かりにくいので、鏡を見ながら空気を入れるとやりやすいと思います。先ほどの続きに戻ります。空気が入った状態です。先端にガラスを追加します。追加したガラスを溶かしていると全体が溶けて空気がしぼんでいきます。ここで完全にしぼんでしまうと空気を入れ直すのに苦労しますので、完全に空気が抜けてしまう前に空気を入れ直します。空気を入れ直しています。もう少し空気を入れたいのでガラスを温めて柔らかくしています。ガラスが柔らかくなったら空気を入れます。先端にガラスを追加します。風船を作る時の手順は、ガラスを追加、溶かす、空気を入れ直す、ガラスを追加、溶かす、空気を入れ直すを繰り返します。先ほどと同じくガラスが溶けていくと同時に全体がしぼんできますので、再度空気を入れ直します。空気を入れ直しています。同じ作業の繰り返しになりますが、先端にガラスを追加します。今回はガラスの追加はここまでにします。この後全体を柔らかくしたら膨らませて風船にします。全体を柔らかくしています。この時も空気があることを確認しながら作業してください。空気は少しだけあれば十分です。もし空気がなくなりそうなら少しで良いので空気を入れ直してください。炎から出して少しずつ空気を入れて、その後一気に膨らませます。風船ができました。風船ができる場面をもう一度。炎から出して少しずつ空気を入れて、その後一気に膨らませます。風船を作る時の注意点をもう一度お伝えします。作業中に空気が完全に抜けると入れ直すのに苦労しますので、少しの空気で良いので常にパイプの先端に空気があることを確認しながら作業を進めてください。プラスチックバケツの中で風船を割ります。乳鉢に移し替えます。乳棒で砕いて細かくします。まだ粗い状態です。100均にもある滑り止めを乳鉢の下に引いて、さらに砕いていくとガラスの粉ができました。
完成です。作業中の注意点ですが、パイプを水につけてから炎に入れると、高温の蒸気が発生して手が熱くなるので、パイプは絶対に水につけないでください。このことに関しては動画11でも説明しています。これで無色透明のガラス棒を風船にしてから粉にする方法を終わります。次は B です。濃い緑透明のガラス棒を乳鉢で破片にします。分前バーナープロパンガス用を使用します。濃い緑透明を溶かして水の中へ切り落とします。ハサミは100均のものです。乳鉢に水を入れて乳鉢の中へ切り落としても良いです。100均にもある滑り止めです。乳鉢を置きます。コップの中のガラスを乳鉢に移動します。最初から乳鉢を使用した場合は移動する必要はありません。乳棒でガラスを細かく砕いていきます。プラスチックのお皿の上に茶こしを置いて砕いたガラスを入れます。小さな粒は茶こしを通過します。茶こしの中に残った大きな粒を細かくしたい場合は、乳鉢に戻して再度すりつぶします。今回はすりつぶしません。逆再生で戻ります。戻りました。今回は茶こしの中に残った大きな粒をそのまま使います。左が茶こしの中に残った大きな粒です。右が茶こしを通過した小さな粒です。お皿の中の水を出します。100均のスポイトで残りの水を吸い上げます。左が茶こしを通過した小さな粒、右が茶こしの中に残った大きな粒です。お皿に入れたまま自然乾燥させました。100均のミニパックに移し替えて保管します。品番などをマスキングテープに書いて貼っておくと管理しやすいと思います。これで濃い緑透明のガラス棒を乳鉢で破片にする方法を終わります。次は C です。ここからはガラスの破片を使ったトンボ玉の作り方を紹介していきます。この2つの玉を作ります。左からご紹介します。C2W 白の玉に濃い緑透明の破片をつけます。右上の写真、粒の小さい方を使います。先ほど B で作った破片を使います。小さい粒、大きい粒、それぞれに分けて空き缶に乗せます。分前バーナー都市ガス用を使用します。C2W 白の玉に濃い緑透明の破片をつけます。小さい方の粒をつけています。粒がついた状態です。そのまま溶かしたら完成です。完成しました。炎から出して2、30秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。次は右の玉を作ります。先ほどと同じく C2W 白の玉に濃い緑透明の破片をつける作品です。今度は右下の写真、大きい粒を使います。玉が柔らかい状態で大きい粒をつけます。
押し付けることにより玉の形が四角になっていきます。玉が四角になりましたが、炎の中で溶かしていると自然に丸く戻ります。ガラスは溶かしていると丸くなる性質があります。これで完成です。炎から出して2、30秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。これで白い玉に濃い緑透明の破片をつける作品を終わります。次は D です。同じく破片を使った作品です。左から順番に4つの玉をご紹介します。4つとも C2W 白の玉に緑系の破片をつける作品です。それぞれに使用した破片を赤い線でつないでいます。2番と3番は同じ破片を使います。1番の玉を作ります。きなりガラス A シリーズのガラス棒を破片にして使います。白色のみ C シリーズの C2W 白の破片です。ブンゼンバーナープロパンガス用を使用します。C2W 白の玉に破片をつけます。溶かします。溶けたらもう一度破片をつけます。全体を溶かしたら完成です。炎から出して2、30秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。次は2番の玉を作ります。きなりガラス A シリーズのガラス棒を破片にしたものを使います。C2W 白の玉に破片をつけます。破片を全体につけています。このまま溶かしたら完成です。完成しました。炎から出して2、30秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。次は3番の玉を作ります。2番の玉と同じ破片を使います。C2W 白の玉に破片をつけます。破片を全体につけています。軽く溶かして表面がデコボコした状態で終わります。これで完成です。1番と2番の玉は2、30秒後にパーライトに埋めましたが、今回は10から15秒後にパーライトに埋めます。次は4番の玉を作ります。きなりガラス A シリーズのガラス棒を破片にしたものを使います。C2W 白の玉にガラスの粉を4回つけます。1回目粉をつけて溶かしました。2回目粉をつけて溶かしました。3回目粉をつけて溶かしました。4回目粉をつけて4回目は軽く溶かして表面がデコボコした状態で終わります。これで完成です。3番の玉と同じく炎から出して10から15秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。これで C2W 白の玉に緑系の破片をつける作品を終わります。次は E です。同じく破片を使ったトンボ玉を作ります。1番の玉を作ります。1と2は同じ色で作っていますが、製作工程の違いで色が違って見えます。C2W 白の玉に2色の破片をつける作品です。岩谷のトーチバーナーを使用します。C2W 白の玉に C30 の破片をつけます。つけては溶かす、つけては溶かすを数回繰り返します。スプーンを使うのも便利だと思います。
玉の半分に C30 の色がつきました。次に白色の上に C27 の破片をつけます。C27 の破片をつけていると、玉の表面が一瞬黒くなる現象が何度も起きました。画像のような色です。C27 の破片をつけています。たびたび表面が黒くなるのが確認できるでしょうか。黒くなる現象を防ぐには、なるべく炎の先端で作業してください。これで完成です。ガラスの針ができていますが、後ほど処理します。炎から出して2、30秒後にパーライトに埋めて、ゆっくり温度を下げます。針になった部分の処理をします。水につけながら100均のダイヤモンドヤスリで削ります。割り箸などに玉を刺すと作業しやすいと思います。こちらはホームセンターやネットで購入したダイヤモンドヤスリです。穴の処理をしています。以上でガラスの針の処理は終わりです。次は2番の玉を作ります。1と2は同じガラスで作っていますが、作業工程の違いで色が違って見えます。1番と同じ材料を使います。C2W 白の玉に2色の破片をつける作品です。岩谷のトーチバーナーを使用します。C2W 白の玉に C30 の破片をつけます。1番の時は玉半分に C30 の破片をつけましたが、今回は玉全体に C30 の破片をつけています。C30 の色が定着しました。C30 の色の上に C27 の破片をつけます。つけては溶かす、つけては溶かすを繰り返します。これで完成です。炎から出して2、30秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。1番は白色の上に C27 のガラス粉をつけました。2番は C30 の色の上に C27 のガラス粉をつけました。これが同じ材料で作ったのに1番と2番の色が違う理由です。これで C2W 白の玉に2色の破片をつける作品を終わります。次は F です。同じく破片を使ったトンボ玉を作ります。3番の玉を作ります。C2W 白の玉に2色の破片をつける作品です。C29 透明紺色と C1W 無色透明の破片をつけます。岩谷のトーチバーナーを使用します。C2W 白の玉に C29 透明紺色の破片をつけます。つけては溶かす、つけては溶かすを繰り返します。C29 の色が定着しました。次に C1W 無色透明の粉を全体につけます。この動画の中の A で作ったガラス粉を使っています。C1W 無色透明の粉が全体につきました。少し溶かして表面がザラザラした状態で終了します。溶かしすぎたときは粉をつけ直してやり直すことも可能です。これで完成です。炎から出して10から15秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。これで白い玉に2色の破片をつける作品を終わります。続いて補足とおさらいです。
空き缶の上にはガラスの破片が乗っています。粒の大きい方はフリット、粒の小さい方はパウダーと呼ばれています。今回の動画で紹介したように、フリットやパウダーはガラス棒から作れます。C2W 白の玉にガラスの破片をつけます。バーナーで溶かします。デコボコした作品にしたい場合は溶かすのを途中でやめます。画像では丸くなるまで溶かしています。完成です。破片の作り方を振り返ります。コップもしくは乳鉢に水を入れます。100均のハサミを使います。バーナーで溶かしたガラスをコップの中、もしくは乳鉢の中へハサミで切り落とします。コップの中のガラスと水を乳鉢に移動して乳棒で細かくします。もう一つの方法は、ステンレスパイプで風船を作ります。ステンレスパイプにガラスをつけて、息を吹き込み、風船を作ります。ここではゴム風船で代用しますが、その風船を乳鉢で細かくしてガラスの破片にします。乳鉢と乳棒はある程度大きい方が使いやすいと思います。私が使っているものは、内径が約13センチ、外径が約 15.5 センチ、深さは約7センチです。乳棒の長さは約 15.5 センチ。一番太い部分の直径は約 3.7 センチです。新品だと先端がもっと丸いです。乳棒ですが、木の棒に穴を開けて差し込んで使っています。この木の棒は確か100均で購入したと思います。穴を開けた時の作業内容を説明します。同じ木の棒ではありませんが、イメージでお伝えします。木の棒にドリルで穴を開けます。ペットボトルに水を入れます。穴を開けた木の棒を一晩水につけて木を柔らかくします。右手に持っているものを乳棒だと思ってください。画像では穴は開いていませんが、穴の中に乳棒を差し込みます。以上で作業は終わりです。ボンドなどは使っていません。フリットやパウダーをこぼしてしまったときは、掃除機の先端に布をつけると便利です。今回は手袋をつけています。掃除機のスイッチを入れてフリットを回収します。掃除機のスイッチを切ります。回収したフリットにホコリが混ざったときは、お皿に水を入れてホコリを浮かせて取り除くと良いと思います。空き缶についてですが、この3種類が確認できました。深さや形が違う3種類です。動画の中で使用したのは右の空き缶です。最後に動画ナンバー42をご紹介しておきます。動画ナンバー42では、乳鉢、乳棒を使わずに空き瓶でガラスの破片を作ります。これで動画ナンバー41フリットを終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。